さあ、明日からお盆休みに入るという方もたくさんいらっしゃると思いますが、そうなるとお墓参りも行かれるんじゃないでしょうかね。今の時代のライフスタイルに合わせてお墓も進化しているそうで、寄せ墓とか墓参りの代行なんてものも出てきてるんですね。最新のお墓事情をお伝えします。札幌の地下穂で週に2日開かれているお墓の無料相談。1日に15組ほどの相談者がやってくるそうです。後継ぎがいないもんだから、子供いるんだけど遠くに行っちゃってもう無言定着しちゃっておりますからね。母が去年の5月に亡くなって、私も独身なんで、その後をお参りする人が誰もいないんで、そういう時はどうしたらいいんだろうって。年間の管理料がやはり普通のお墓だと毎年1年間ごとにかかって、それがおそらくこの後年々高くなるんじゃないかな。息子はまだ18なんですけど、できればお金の負担のないような形にしておきたいなとは思います。それぞれの年代で抱えているお墓の悩み。実は今そうした悩みに対応した新しいお墓のスタイルが広がっています。こちら寄せ墓としてご購入されたお客様がいらっしゃるので、ちょっとご紹介します。寄せ墓、聞き慣れない名前かもしれません。ここは南区にある真駒内滝野霊園の一角。新しいお墓がたくさん並んでいますが、寄せ墓とは一体どんなものなんでしょうか。こちらの2つのお墓なんですよね。実は地方のお墓を改装してこちらに寄せ墓として建立しました。片方のお墓はご主人様の家のお墓で、片方のお墓は奥様のご実家のお墓で、隣り合わせでお墓を購入されたんですよね。寄せ墓とは地方に複数点在するお墓を墓じまいして新しく一箇所にまとめることを言います。管理がしやすくなり、経済的な負担の軽減にもつながります。先ほどの寄せ墓は夫婦のご先祖で別々のものが2つ並んでいましたが、他にもこちらもともとあるどちらかのお墓に夫婦両家のお墓を集約するという寄せ墓もあります。こちらでは寄せ墓にするタイミングで両家の名前を新たに記しました。明治時代から続く石材店の5代目山崎さん、寄せ墓が令和のお墓の在り方だと強く感じています。お盆のお休みに家族でお墓参りを何箇所も回っていくっていうのは、負担だっていうふうに思う方もいらっしゃると思います。一族のお墓を一つの場所にまとめて、そしてそこで家族親族みんなが集まれる場所、そしてご先祖様と出会える場所、そして未来を作っていく場所としてのお墓の在り方が大切だなというふうに思ってます。それが寄せ墓ということで、作っていけるんではないかと思います。寄せ墓ですが、地方に複数点在するお墓を新しく一箇所にまとめることです。で、一言で寄せ墓と言いましても、もともとあるお墓に対して集約をするっていうパターンと、そもそも全く新しく2つ並べて建てるとか、1つのものを新しく建てる、いろんな形があるっていうことですね。新しくお墓を面倒見ていく側としては、自分の近くに集約できた方が、それはいいですよね。ということで注目度も今高まっていまして、こちらの寄せ墓、滝野霊園では今年から専用ホームページを設けました。そして石材店への問い合わせですが、なんとここ5年間で3倍以上増えているそうです。だからやっぱりちょっと皆さんもこういうことを求めてらっしゃった、やっぱり点在しているのはなかなか大変だっていうことはみんな思ってたんですね。そうですね。年間100件の問い合わせが来ているそうなんですね。費用としましてはこちらです。相場は100万円から200万円、もちろんお墓の形にもよりますけれども、だいたいこれぐらいが目安です。メリットはやはり1箇所に集中して管理が楽になる。福永さんが言った通りに、お参りに行くのもかなり負担が軽くなるというところです。さらに、経済的負担も軽減、これ管理費などがそれぞれのお墓ごとにかかりますから、これが集約されるというところがありますね。これはでもその残された人間としてはね、これいいんですけど、なかなか今やろうと思ったら
親族の間でどういう話し合いをするのかって、今例えばふるさとで今現在お墓を守ってらっしゃる親族の方にいずれこのお墓を自分の近くに移動してもいいかななんていう話し合いをしといた方がいいってことですよね。そうですね。亡くなってからこの話はできないので、そうですね。今問い合わせで増えてきているのは、まだお墓の周りに親族がいるから大丈夫なんだけれども、今後どうしようかということで、まず石材店へ問い合わせをしているという方がいらっしゃいましたし、あとやはりどうしてもトラブルというものがつきものだそうです。私はだってこの土地に生まれたんだからこの土地でずっと眠りたいっていう願望を持っている方もいらっしゃるけど、それをじゃあ管理していくのも大変だしって、ここのなんですか、話し合いですよね。ですから霊園側も石材店側もやはり親族の間でしっかりと話し合って納得感のある形でこういったところは進めてほしいというお話をしていました。これ皆さんどのように寄せ墓について受け止めているのか、街でアンケートも行いましたが、このような結果になりました。活用したいという方が 36%、活用しないが抵抗感もない、前向きに捉えている方が 48%、抵抗感がある、少し後ろ向き否定的な方が 16% ということで、前向きな方の方が圧倒的に多い結果になりましたね。分かんないですけど、もしかしたら年齢によってもこの感じ方が違うのかもしれないですけどね。さてもう一つ、現代のお墓事情、これなんです。お墓の代行というものがありました。墓参り代行ですね。これは自分が行くんじゃなくて、はい、そうなんです。お墓に行けない人に代わりお墓参りをしてくれるサービスというところですね。コロナ禍の時にね、一時期話題にはなりましたけれども、今も人気なんですね。そうなんですね。内容がお掃除、お花のお供え、そしてお線香、そして手を合わせてくれるお参りですね。相場が1万円から2万円、業者としましてはいろんな業者が今参画していまして、家事代行サービスをやっているところがお墓参りもやりますよ。すごい。タクシー会社もやっている、それだけ需要があるということです。例えば肉体的な、事情でお墓参り行きたいけど行けないって方もこれやってもらったらいいかもしれませんけど、一方でやっぱり自分で行ってなんぼでしょうって思う方はたくさんいるかな。そういったあたり、先ほどと同じようにアンケートを取っております。こちらです。まず前向きに捉えている方、活用したい方が 16%、活用しないが抵抗感はありませんという方が 36% で半数以上ですね。一方で否定的な抵抗感があるという方が 48% ということで、ほぼ半々ですね。分かりましたね。これ難しいところですよね。村雨さんから先ほどありましたが、実は私の実家もですね、お墓がちょっと遠いところにあるものですから、新型コロナウイルスのその最中にこの墓参り代行をちょっとお願いをしましたら、だいたい費用は1万円ぐらいだったんですけれども、終わった後にしっかりとお墓の写真を撮って、お花もきれいにこのように備えさせてもらいましたという結構長い文章とともに来たので、かなり丁寧なサービスなんだなというところを実感したことがありますね。本当にちゃんとやってくれるんだろうかとかね、頼む方はちょっと思っちゃうんですけど、それはもちろんしっかりやってくれるってことですね。だから実際お願いした方からしたらかなり好意的な意見が多いというのも現実的なんですが、やはりこれはもうそれぞれの感じ方がありますね。あとはやっぱり亡くなった方をとにかく思ってあげるっていうことですよね。なんか聞いたことあるのはこういう考え方もあって、亡くなった方のことをね思ってあげるたびに天国のその人の周りには綺麗な花が降ってくるっていうね、そんな話を聞いたことがあるんですよ。だから何回も何回も思ってあげましょうっていうことの一個で、代行でもいいじゃないかっていう考え方もあるのかもしれないですね。本当にもう体が不自由でどうにも現場に行けないっていう方もいらっしゃるでしょうから、こういったサービスが今需要が高まっているというわけなんですね。寄せ墓、墓参り代行とお伝えをしてきましたが、次もまた驚きなんですね。続いてはですね、中継でお伝えするんですけれども、お墓なのにガーデニングというのがキーワードに。なんか樹木葬ったら聞いたことあります。樹木ではない。ガーデニング、さあどんな様子なんでしょうか。東神楽町に今日は中継が出ております。金子さんお願いします。はい。鮮やかなピンクに黄色、美しい花々に囲まれています。この場所、今日は日差しが強いですので、なんでしょうね、この場所にいると明るいムード、公園に来たような感覚になるんですよね。ただこの場所というのがガーデニング合葬墓なんです。そうなんです。このお花畑に見えるこちらが
お墓なんですよ。新しい形というのが一目瞭然かと思います。場所というのが改めまして札幌から車で2時間半ほど、東神楽町にあります大雪霊園さんです。敷地もとっても広いんですよね。プレミストドーム2個がすっぽりと入るという敷地面積を誇っています。詳しいお話は村椿さんに伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。合葬墓という形式は昔からありましたけれども、ここ最近注目が高まっているんですよね。はい、合葬墓はですね、さまざまな方が同じ場所に納骨するような形式となっておりまして、一度納骨すると二度と取り出せないような形となっております。また町の方で維持管理するため、通常のお墓とは違い、引き継ぐ方がいなくても納骨することは可能となっております。だから背景には少子高齢化っていうのもあるかもしれませんね。伺うと年々やはり利用者とか増加しているようなんです。で、どこに皆さんが納骨されているのか、これ気になると思いますが、わかりますかね。ちょっとこう丘になっているのを画面でわかりますか。盛り上がっているところがあるんですけれども。はい、この丘の中にスペースがありまして、盛り上がっているところですね。中にスペースがありまして、ここに皆さん納骨をされているということなんですよね。はい、納骨の方法としましては、一人一人専用の袋に入れて、専用のカートを通じて納骨するスペースに納骨するような形となっております。個別で納骨をされているっていうことですもんね。はい、福永さんもおっしゃったように、樹木葬、木の下に眠っているというのはありますけれども、この鮮やかな花々の下、ガーデニング合葬墓というのは珍しいですよね。いや、これはね、初めて。東神楽町。どうぞどうぞ。はい。いや、そうなんですよね。東神楽町は花の町ということもありまして、お花をお墓に見立てた形でガーデニング合葬墓というものを作りました。だから来た方もまず美しいとね、声を発してしまうんですけれども、伺ったら70種類ほど1万株が植えられているそうなんです。そして私驚いたのが、ほぼ毎週スタッフの方が手作業で手入れをなさっているんです。ですから私たちは管理する必要もないという安心感もありますよね。金子さん、毎月季節の、はい、ごめんなさいね、樹木葬だったら大体どこに個人が眠ってるかって分かると思うんですけど、そういうガーデニング葬の場合はどこに向かって手を合わせればいいんですかね。一応ですね、こちらに献花台が設けられていまして、この献花台に花を手向けて、ここで手を合わせるということになっています。ここで顔を合わせられるような形になっているんですよね。で、村椿さん、お線香だったりとか、それから供え物についてはどうしたらいいんでしょうか。はい、こちらの献花台を使いまして、お花ですとかお線香、お供え物を持ってきていただいてお参りするような形となっております。はい、最後にですね、持ってきていただいたものをすべて回収していただくような形となっております。そうなんです。で、この改めてお花なんですけれども、月ごとに季節のお花をね手向けていまして、植え替えを行っていまして、今でいうとマリーゴールドが植えられているんですよね。ですから伺ったら、お墓参りという目的以外にもこのガーデニングを見に来るっていう方もいらっしゃるんですよね。はい、お墓、そうなんですよね。お墓参り以外でもですね、一般の観光客の方がお花の写真を撮りに来たりすることもあります。先ほどの実際写真撮りに来た方もいらっしゃったわけなんですよね。それはお墓だって分かっていらっしゃってるんですか。そうですよね。はい、そうです。だから何度もこういうふうに気軽に行きたくなってしまうという魅力も持っているわけなんです。で、この合葬墓、やはり皆さん納骨されていますから、お名前の表記をどうするのか、これも気になるところなんですが、どうでしょうか。はい。通常のお墓と違いまして、ガーデニング合葬墓の場合は墓誌というものを作っておりまして、お名前を彫ることが可能となっております。今から画面見えますかね。あそこに墓誌というのがあるわけなんですよね。で、希望された方には、はい、ちょっと一つ具体的に持ちましょうか。ここに名前を表記するということなんですけれども、これ希望されなかった場合でも、希望されなかった場合でも、町の方で
納骨情報を管理しておりますので、はい、場合によって問い合わせ等あれば納骨されているかどうかをお伝えすることが可能となっております。さまざまな選択ができるということなんですよね。スタジオの福永さん、はい、福永さんから何かありますか？いやすごくねなんか新しくて本当にこう花に囲まれて亡くなった方もねなんかこう安らかにって感じがするんですけど、北海道の場合は特に春のお彼岸雪に覆われますよね。樹木葬だったらまだこうね木があると思うんですけど、この場合、雪がある場合どうなってるんですか？雪深いところでもありますからね、この場所は。はい、この場所はやはり雪降りますんで、雪降ってる期間は基本的に除雪をしないのでお参りはできないような形となっております。ただ4月5月から10月あたりはもう毎日行きたくなった時に会いに来てくださいということになっているわけなんです。はい、毎月本当お花もね入れ替えも行っていますから、本当に綺麗な状態でこう会えるというのも嬉しいですよね。はい、で東神楽町民以外でもこの納骨をすることができるわけですもんね。はい、町内の方、町外の方どちらとも可能となっておりまして、はい、町内の方であれば11万2000円、町外の方であれば16万8000円というような料金設定となっております。実際に利用された方からの声っていうのはどうなんでしょうか？はい、色鮮やかなお花が綺麗ということですとか、はい、広大な敷地であり景色が良いというようなお声をいただいております。本当に蝶々も飛んでいたりするようにお墓に来たことを忘れてしまいそうな公園のような明るいムードとなっています。もうこれはもういつでもね行きたくなってしまう、会いに行きたくなってしまう場所だと思います。ガーデニング合葬を詳しくは暮らしの窓口課を調べてみてください。令和の墓事情について村椿さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。全く新しい雰囲気ですね。だから一時期の海の散骨っていうんですか、はい、あれもなんか新しいとは思ってますけど、さらに今度はこうお花に囲まれてっていうね。本当に選択肢が令和になって今どんどん増えてきているので、では将来どうするのかっていうのは現在のうちに生きているうちに家族の皆さんとしっかり話し合っておくというのが必要になってくるんでしょうね。墓参りのスタイルは変わってもやっぱりその個人への思いっていうのはもう常に持ち続けたいっていうところは変わりませんよね。はい。